どうもこえです。僕は今青森に来ています。宿泊していた青森駅前のホテルジャルシティをチェックアウトして、今日はこれから奥入瀬渓流の観光をして日本屈指の秘湯である酸ヶ湯温泉に行きます。で、今日は朝ごはんはのっけ丼という有名な青森市内ののっけ丼っていうのは海鮮をたくさん乗っけて食べるみたいな意味だとは思うんですけどね、それが一つ有名なものとしてあるみたいなんで行ってみます。で、やってきたのはここの青森魚センターというところですね。上に元祖青森のっけ丼っていう風に書いてます。いやー、朝から豪華な海鮮丼いただけそうで楽しみ。中に入ってくるとこんな感じでチケット売り場があります。これ見ると分かりやすいですね、システムが。まずチケットを1枚170円だけど12枚セットで2000円か、これを買って、でご飯を引換券と取り替えるってことですね。並盛りが1枚、大盛りが2枚必要で、その後に館内には約30店舗あるので、好きなネタをチケットと引き換えにもらって丼の上に乗せるっていうことですね。こんな感じで2000円券をもらって、お盆も一緒にもらったので、これを持ってまずはご飯をもらいに行きます。この目の前の3番のとこですね。チケット1枚です。はい、これはネタによって必要枚数が違うって感じなんですね。うちはいくらが2枚で、あとのは全部1枚。いくら以外は1枚、はい、そういうことなんですね。お店によってね、1枚。全然違うんですね、みたいな感じですね。ご飯をついでもらったんで、違う店に来てみたら、ここがウニとかもで、赤エビとかズワイガニがある。この辺は2枚必要なんだ。美味しそう。美味しいですね、これはね。じゃあその一番大きいエビをください。はいよ。じゃあこっち行きましょうか。はい。はい。2枚ですね。2枚です。ここから。はい。まずは大きなエビが乗りました。ホタテですか？ホタテがあるんですか？これは今からもう焼きたてが、これはあれか、刺身か。これ刺身ですね。これもうまそうですね。さっきのは牡蠣。はい、そうです。牡蠣です。牡蠣は現金なんです。牡蠣は現金なんですか？焼き牡蠣、生牡蠣。生牡蠣があるんですね。これで一つですか？これめっちゃ大きいですね。殻がもっと大きいのもある。ちょっとお腹が余裕だったら食べようと思います。ありがとうございます。青森サーモンっていうのもありますね。そう、これは深浦っていうところで養殖されてるやつなんですけど、深浦のサーモンですか？じゃあ美味しいやつ美味しいやつですですね。結構いろんなところでサーモンいけるけど、多分大体牛乳の、チリとかノルウェーとかの、そうですよね。そうですよね。そのサーモン欲しいですね。寒いです。いいですね。ここにも青森県産のもずくもあるし、サバ、アジ、アワビ、サザエをいただきます。2枚ですね。ありがとうございます。ホタテいただきました。いただきます。ありがとうございます。味噌汁もこの看板があるお店だったら頼むことができるみたいです。あと1枚味噌汁をいただきましょうかね。この味噌汁は自分で具材を選ぶ。この3種類から選んでもらこの中ですね。こんな感じでのっけ丼楽しむ場所でもありますけど、普通に市場としてもいろんなものが販売されてるんですね。だから地元の人とかももしかしたら使ってるのかな。リンゴもあります。はい、取ってきました。2000円分のチケットでこんなにたくさんのネタが取れました。大きなエビにサザエにホタテにマグロにサーモン、イクラ、カニ、オールスターですね。あとは味噌汁です。では、いただきます。めっちゃうまそうだな。まず何から食べようかな。中トロいっちゃいましょうか。甘くてトロトロで品質高いですね。この赤身の部分も。いや、うまいわ。臭みが全くない。サーモンもサーモンめっちゃうまいですね。青森県産って書いてましたよね。深浦さんでしたっけ？深浦は昨日までいたとこですね。不老伏温泉行ったんで。ホタテもうまいっていう風に聞いたんですよね。
ホタテがこれ甘くてめっちゃうまいっすね。これは質高い。さあ、そして大きなエビいっちゃいますよ。おお、いや、やっぱここは市場なだけあって、それぞれのお魚海鮮類の品質は高いですね。どれも外れがないっていうか、2000円っていう額ももちろんこうローカルなとこだったらもっと安く食べれるとこあるかもしれないですけども、東京とかこう街中だったらこれぐらいのネタが揃ったらね、2000円以上とかすると思うんで、コスト的にも全然高すぎないと思いますし、何よりこう自分でネタを選びながらワクワクするっていうエンタメ性がこれはいいっすね。多分ここも観光の繁忙期とかだったら人でごった返したりするんだと思うんですけどね、今は閑散期ということで人混みもなくめちゃくちゃ快適にのっけ丼楽しむことができましたね。これはで朝の確か7時ぐらいから空いてるんで、朝早く観光に出かける場合でも朝ごはんとして利用できるっていうのもいいっすね。いや、やっぱ北国は美味しい海鮮食べれますね。はい、で一つグルメ情報として、青森駅降りてすぐのところにこのお食事処おさないというお店があるんですよね。ここは結構人気のお店みたいで、かなりコスパよく海鮮を中心としたお料理がいただけるみたいです。今回はちょっと時間の都合上行かなかったんですけどね、視聴者さんからここのホタテフライがめっちゃうまいですよっていう風に教えてもらいました。また次青森来た時は行きたいですね。こんな感じで定食がたくさんありますね。マグロの定食とかもあるし、ホタテとか貝を味噌で焼いたやつですね、ありますし、津軽ねぶたそばとかカツ丼、ホタテ丼、ホタテカレー、あと海鮮丼とかも上の方にありますね。ウニ丼もあるし、でも何回来てもこのお店楽しめそうですね。はい、では青森市内でレンタカーを借りて、これから青森の中でも有名観光地の一つである奥入瀬渓流に向かいます。旅行に行ったのは12月頭で、青森市内はそこまで雪は積もっていなかったんですけど、さすがに内陸に行くにつれてこんな感じで完全なる雪道になりました。普段の生活では絶対に見ることがない景色なんで、この雪景色の中のドライブも非日常で本当に楽しいですね。青森市内から約1時間30分で奥入瀬渓流に到着です。はい、奥入瀬渓流の入り口というべきですかね。一番北側にあるここが奥入瀬渓流館というところ、隣に星野リゾートの奥入瀬渓流ホテルもあるんですけどね。右手あれが飲食店、なんかそばとかうどんとか食べられるみたいに書いてましたけど、ここで観光案内やお土産、あとレンタサイクルも借りられるっていう風に書いてましたね。冬はさすがに借りませんが。でこの中では奥入瀬渓流のいろいろなことを学ぶことができるようになってるんですけどね、これ僕も来て初めて知ったんですけど、ここが全国的にも本当に珍しい理由っていうのはこれを見れば分かりますね。十和田カルデラ、これ高台にこんな感じで湖ができてるんですね。これが十和田湖です。標高400メートルぐらいあるみたいで、そこの十和田湖からこんな感じで水が流れてきて渓流、川ができているんですね。通常川っていうのは山の高地の湧き水を水源とするケースが多いと思うんですけど、こんなに巨大な湖から川を作ってるっていうのは珍しいみたいです。確かに他であまり見たことがないですよね。でこんな感じで下流から上流まで本当にたくさんの見どころがあるんですよね。もう一つの特徴としては十和田湖が源流となっている、大きな湖が源流になっているんで、そこが貯水池のような役割、つまり自然のダムの役割を果たしているんで、年中安定したお水がここの川に提供されるんですね。だからこそたくさんの生物も住み着いているんだと思います。あそこに書いてるやつ全部巡ろうと思ったらめちゃくちゃ時間かかると思うんで、1日中かかるんじゃないのかな。なんでそういう場合はこれですね、おすすめスポットって書いていて、この4つは絶対に、これ休憩所は多分駐車場だと思うんですけどね、この3つは絶対訪れたいところっていうことですよね。中でもこの滝が一番象徴的なものらしいですね。押すとこの辺にありますよっていうのを教えてくれるんですね。
中にはこんな感じでアラリンゴというリンゴのカフェがありましたね。結構たくさんリンゴに関するお土産が置かれていて、このリンゴのハーブティーとかめっちゃいいですね。これなんか1個買って帰ろうかな、編集のお供として。もちろんリンゴジュースもありますし、ジャムとかも。このリンゴレプリカってすごいですね。もう再現性がめっちゃ高い。本物かと思ったわ。アップル大好き人間としてこれ部屋に飾るのもありだな。これジェラートは味がいろいろあるんですか？そうですね。こちらにお味4種類ご用意しております。これなんか品種が違うんですか？富士と。そうですね。甘いのが富士王林で、さっぱりしてるのが赤根で、ミルクがあるんですが、さっぱりしたミルクジェラート。ミルクも中にちょっと紅玉の粒がちょっと入ってる。そうですね。なるほど。リンゴパイもうまそうですね、これ。まずは赤根いただきます。これは言ってる通り酸味がしっかり効いた味ですね。シャーベットの味わいに合います。すごいすっきりだから。で、富士。確かにこっちの方がちょっと濃厚な甘みがする感じで、普段僕らがよく食べてる味がこの富士ですよね。リンゴジュースとかも今甘みがちゃんと出てるから間違いない。デザートのいろんな味わい食べ比べってのあると思うんですけどね、リンゴの品種食べ比べっていうのは青森じゃないとできないですね。これから渓流散策なんでちょっと早いですけど、とりあえずここでお昼ご飯食べてから行こうかな。メニューはカレーとそば、うどんがあるんですけど、これカレーが残念ながら品切れですね。でもこの辺はそんなたくさんレストランもないですし、ピザ屋さん、イタリアンはあった感じでしたけど、ここでいただこうかな。下にはコーヒーとかアップルパイもありますね。うまいですね。しっかりコシの効いたうどんですね。福岡に住んでる自分はね、やわ麺ばっかり普段食べてるんで、たまにはこのコシのある麺食べるとうまいですね。シンプルにうまいですね。このさっぱりだし、寒い雪国で食べるうどんは身に染みますね。うまい。はい、じゃあ腹ごしらえをして川沿いを南下していって各スポットを巡っていきたいと思います。最初は産卵の乱れというところに向かってます。ピンとまっすぐ立つブナ林が圧巻ですね。おー、すごい。右手に車道からも川が見えてきましたね。到着しました。産卵の流れ。うわー、人生で初めてやってきた奥入瀬渓流ですね。これはなんと穏やかなこの川の流れが本当に効いてて心地いいですし、圧巻の景色ですね。でここが産卵の流れって言われるのは3つの流れが合流する地点だからということですね。で特徴的なのがこの岩の上に苔とか植物が生えてると思うんですよね。どの岩にもしっかりとこうやって植物が生えているっていうのは、これはさっき十和田湖がダムの役割を果たしてるっていうことを言いましたけど、この川が増水することは本当に稀で、安定した水の流れがあるからこそこうやって植物が岩の上に育っているということなんですよね。これも他ではなかなか見ることができない光景です。確かにね、この川の中にある岩の上にこうやって植物が生えている光景って言われてみればあんまないですよね。でこっち側の横たわっている木はこれ倒木したのかと思ったんですけど、倒れたかと思ったんですけど、あっちの方根っこがまだ地面の方に張り付いてるんで、横にギュイーンと伸びてるってことですね。木が小学生とかだったらあそこの木の真ん中に座ってね遊んだりしそうですけど、ここはでもさすがに自然保護区だから泳いじゃいけないですよね。ちょっと調べてないですけど、おそらくこれだけ綺麗だったら泳ぎたくなりそうですけどね。はい、で次にやってきたのが石毛戸休憩所というところですね。さっきご飯食べたところが焼山と言われるエリアだと思うんですけど、そこからサイクリングとかもしくは徒歩で散策して途中でここで休憩できるよみたいなエリアですかね。路肩に駐車場もこんな感じで広々止めることができるようになってますし、観光バスが今日は立ち寄ってますね。
そして次はアシュラの流れというところに向かってます。まあ今は繁忙期ではないんで、こんな感じでレンタカーを借りて、路肩のちょっと広いスペースがあるところに軽く止めて、ちょっとだけ景色を見るっていう感じで、効率よくね、1時間から1時間半ぐらいで巡ることにしてます。もちろん歩いてて気持ちがいい時期とかだったら、徒歩でじっくり半日、1日かけて景色を楽しむっていう風なこともやってみたいですけどね。あとは多分バスとかも出てるとは思うんですけどね。僕ちょっと今回乗ってないんでわからないんですけど、でも多分紅葉の時期とか繁忙期の場合は確かマイカー規制とかやってるんじゃないですかね。一般車の乗り入れの規制とか。はい、到着です。アシュラの流れ、ここはどんなスポットかというと、こっち側進んでいくと奥入瀬渓流の中でも流れが急な場所みたいですね。さっきの場所よりも確かにちょっと傾斜があって水の流れが速くなってるのが分かりますよね。この辺りとかこんな感じで力強く渦を巻いている水流が特徴的です。で、アシュラの流れっていう名前が仏教に登場する戦いを好む神であるアシュラの激しさを連想することから付けられたようです。ここの激しい流れを抜けた向こう側は確かにとっても穏やかであることがよく分かりますよね。ここも渓流散策のハイライトとして多くの観光客が訪れる人気の場所になってます。さっきの看板からほんの少し上がっていったところ、この辺りが迫力がありますね。この手前側もそうですし、あっちの奥の方、この辺がこんな感じで水しぶきを上げながら激しく流れているのがよく分かりますね。次のスポット、ここちょっと観光バスで人混みが多そうだから先に奥の方から行こうかな。そうだな、そうしよう。ここね、結構見どころなんですけどね、後で行きます。雲井の滝ってとこですね。さあ、次にやってきたのは銚子大滝というところですね。ここも奥入瀬渓流の中でもトップクラスの見に行くべきスポットみたいなんですけど、あれ何これ、12月1日より冬季封鎖通行止めって書いてますよ。なんで？かなり有名な見どころの一つなのに、まさかの定休日かよ。ここも今回の青森旅多いな、このケース。本当に見れないのかな。この滝があるこっちの左側にちょっと行ってみようか、車道のところで。ちなみにこれ右手見たらとんでもない勢いでこっち側から水が流れ出てきているのが分かりますね。これが銚子大滝なわけないよね。違うと思います、さすがに。これもこれで見応えあるけど。歩いて行ったら人がいますね。なんだ、こっちも観光バスいましたね。結構外国人観光客の人がこの観光バスを使ってここの奥入瀬渓流、この閑散期でも来てるっぽいですね。これ見ることできましたね。銚子大滝、こっちの右手の奥の方に滝があります。ただね、これ思った以上に大きくはないですね。ここの奥入瀬渓流の本流にかかる唯一の滝みたいなんですけどね、高さが7メートルで幅が20メートル。もしかしたらこれ右手の方まで水が流れてる時期があるのかな。で、本来だったらこの下の遊歩道のところを歩きながら近くで滝が見られるんですね。はい、そしてせっかくなんで源流のこっち側、十和田湖の方までやってきましたね。そんなに時間はないのであまりゆっくりできないんですけどね、ちょっとだけ湖の景色も見ましょうかね。着きました。目の前に見えてますね。はい、十和田湖やってきました。ここ場所が根ノ口港という港になっていて、時期によっては遊覧船にここから乗ることができるんですね。そして湖がこっち側で、うわー、これは大荒れですね。湖でこんなにも波が高いの僕あんま見たことがないですね。さすが雪国ですね。日本海も本当にこの荒々しい波っていうのを見ることできるんですけど、ここの湖にしても水しぶきがめっちゃきますね。これで奥の方に見えてるのがあれが八甲田山かな。雪がかぶってて本当に
綺麗な景色見えていますけど、十和田山という山もあるんで、こっち側左手に向かって連なっているということですね。いやー、本当にこの雪山の景色が美しいですね。雄大な自然をここからも望むことができます。で、ここの十和田湖は大きさが日本の中では第12位の広さを誇っていますね。湖の周辺が46キロほどと、一周するのにもかなり時間がかかりますね。ただ水深に関しては327メートルで、これ日本で田沢湖、支笏湖に次いで第3位の深さです。で、さっきも言った通り、ここで貯水された水が奥入瀬渓流川に流れていっているということで、貯水量は約 17.3 億立方メートル。ちょっともう規模がでかすぎてわけわかんないんですけど、これが自然の貯水池と呼ばれる理由の一つになっています。周囲に雄大な山々がそびえ立っているので、よりこの湖の自然美をそれによって引き立てていますね。いや、人生で初めて見た十和田湖。僕はね、太平洋フェリーに乗った時にね、なんか十和田産の食材があったんですけどね、それをこれなんて読むんだ、十和田みたいなことを言ったらね、コメント欄でたくさん叱られました。九州の人間からしたら東北のことはあんまりわからないんでね、申し訳なかったです。もう絶対に忘れることはありません。十和田。うわー、めちゃ寒い風もすごいし、もう頭も爆発してますね。でも素晴らしい景色見に来れたんで満足です。ではこれからスカイに向かってゆっくり温泉に浸かります。はい、そしてさっき途中で1回スルーした雲井の滝にやってきました。これも目の前すごい光景が広がってますね。この手前側のちょっと段差になっているところで水が流れている景色も素晴らしいですし、奥ですよね。おお、これは迫力あるわ。さっきは奥入瀬渓流本流にある唯一の滝を見たんですけど、ここは渓流沿いじゃなくてちょっと横にそれたところにある滝ということですね。で、これ長さが20メートルあるんで、さっきの滝よりも大きいんで、やっぱり迫力がこっちの方がありますね。水しぶきが下の方すごい湧き上がってるのがいいですね。で、これ上の方を見るとちょっとこう斜めに水が流れていっていて、またこっちに戻ってきてるっていう不思議な地形ですね、この滝は。これが本当に真冬の豪雪の日になると氷のカバーに覆われるようです。その景色も見てみたいね。はい、ということで奥入瀬渓流の見どころを回って、これから今日宿泊する日本屈指の秘湯酸ヶ湯温泉に向かいます。今回初めて青森に来ましたが、青森はちょっと遠いなっていう風に思う人も多いと思います。青森だけじゃなく、旅行で遠くに行くにはお金も時間もやっぱりかかっちゃいますよね。たくさん旅を楽しむにはやっぱりお金も必要ということで、ここでちょっとお金の話というか、お得に旅を楽しむ方法を皆さんにお届けします。とあるクレジットカードの紹介ですね。僕自身もクレジットカードをお得に使うようになってから、たくさんの旅を楽しむことがまさにできるようになったんですよね。今回紹介するのはセゾンプラチナアメリカンエキスプレスカードです。実際に僕が今保有しているカードなんですけど、このチャンネルを見ていただいている方にも多いであろう、星野リゾートにもお得に泊まれるカードになります。このカードを持つことで旅行を楽しむ上でどんなメリットがあるのかというと、主に6つ紹介していきます。1つ目はプラチナカードなのに年間費が圧倒的に安いことですね。年間費は税込みで22,000円。もちろんクレジットカードの中ではめちゃくちゃ安いというわけではないんですけど、プラチナカードなだけあって、それにふさわしいこれから紹介していく魅力的な特典がたくさんあるんです。で、なんと今だったらこの年間費を払えてしまうキャッシュバックのキャンペーンをやってます。こんな感じで期間は決められていますが、利用金額によって4万円から最大10万円のキャッシュバックがあるので、カードを使う人にとっては年間費をペイできてしまうだけでなく、プラスアルファでキャッシュバックを得られます。で、このカードを作ったらさらに魅力2つ目、プライオリティパスが無料で発行できるということですね。
これは旅好きなら知ってる人も多いでしょうけど、プライオリティパスっていうのは世界中の空港のラウンジを中心とした商業施設を無料で使うことができるようになるものです。このラウンジ入り放題になるプライオリティパス、普通だったら年間469ドルかかるんですけど、セゾンアメックスプラチナを持っていればこのカードを無料で作れるという、これだけでも大きな価値がありますね。で、次の魅力3つ目が星野リゾートの優待を得られるということです。僕の動画でもたくさん紹介している温泉旅館の界やリゾナーレ、オモ、ベブなど、これらの施設に 5% から最大 35% オフで宿泊することができます。僕も最近知ったんですけど、実際に調べたら本当にオフィシャルで予約するよりもお得だったんで、これはいいなっていうふうに思いました。で、次の魅力4つ目なんですけど、これもホテルの優待で、タブレットホテルズという世界中のホテルを予約できるサイト、ここの有料会員に無料でなることができて、客室アップグレードなど様々な特典を受けられるようになります。さらに次5つ目、ホテル宿泊だけじゃなくグルメも、高級レストランのコース料理がなんと1名分無料になるというサービスもあります。招待日和というサービスがあって、これも本来だったら通常年間3万3000円のサービスで、カードの年会費以上のサービスになってます。ホテルもグルメもお得に利用できて、さらには飛行機です。 JAL のマイルを貯めやすいカードになってます。普通クレジットカードのマイルの還元率って 0.5% からいい時で 1% っていうものが多いんですけど、このカードだったら JAL マイルの還元率が 1.125% になります。ANA のマイルだったら 1% ぐらいのカードっていくつかあるんですけど、 JAL のマイルを貯めるのに 1% を超えるカードってほんと少ないんですよね。他にもこんな感じで、ホテル好きだったら嬉しい1級のダイヤモンド会員にお試しでなれたり、その他のホテルのサービスやレンタカーの優待、そして利用不対ですが旅行保険も充実しています。あとは最後の空港からの手荷物配送サービスっていうのも地味に嬉しいサービスですね。で、このカードの利用額を見て、ここまで利用するのは私はちょっと難しいなっていう人もいるかと思います。そんな方におすすめなのが、今回紹介したセゾンアメックスプラチナカードのビジネスカードですね。まずこのビジネスカードは初年度の年会費が無料なんですよね。そして今なら概要欄の紹介リンクから入会すると結構お得に発行することができて、今紹介してきたカードほどの大きな額のキャッシュバックはありませんが、入会日の翌々月末までに20万円の利用で1万2000円分の Amazon ギフトを得ることができます。なんでどれぐらい利用するかに応じてどちらかのカードを作ることをお勧めします。これだけの優待があるんだったら、実際に年間費2万2000円を払う価値も十分にある人は多いんじゃないかなっていうふうに思いますし、今回は最初に言った通り、こんな感じでカードの利用額に応じてキャッシュバックのキャンペーンをやっているんで、これぐらいの額だったらクレジットカードで決済できそうだなっていう人はぜひ作るべきだと思いますね。興味がある人は概要欄のリンクからカードを申し込んでみてくださいね。はい、到着しました。スカイ温泉旅館、目の前の木造建築、歴史ある感じが味があっていいですね。で、こっち側、この左手にある建物がこれ何なんだろうな、ちょっとまだ入ってないんでわからないんですけど、でこれ下見るとこんな感じで川みたいなのが流れてるんですけど、ここまでね、なんか温泉の香りが漂ってくるんで、多分これ温泉が混じってると思いますよ。ここだけ雪が溶けてるし、いやー、秘境の温泉地に来たっていう感じでテンション上がりますね。この反対側の景色、ザ・秘境ですよ。素晴らしい雪景色だ。さあ、では中に入っていきます。ここスカイ温泉旅館は八甲田山の標高約900メートル、国内屈指の豪雪地帯にある青森の秘湯です。1684年の開湯以来、湯治場として300年以上の歴史を誇り、なんと日本で初めて国民保養温泉地に指定された名湯です。名物はヒバ作りの大浴場の仙人風呂。
広々とした湯船に素晴らしい泉質の白濁の硫黄泉が満ち、旅人の疲れを癒し続けてきました。この伝統の仙人風呂は混浴になっていますが、湯あみ着の着用も可能で、誰でも安心して楽しめます。宿泊だけでなく、こんな感じで日帰り入浴ももちろんできます。ちなみにバスで来る場合は青森駅から無料送迎あるんですけど、 JR バスもこんな感じで普通にありますね、時刻表が。で無料送迎使ってもこれ八甲田ロープウェイ途中で降ろしてくれるっていう風にできるみたいですね。で今回僕八甲田行こうと思ってたんですけどね、なんと今来てる期間運休で定休日です。またかい。これ運休なのね、11月28日に発表されたんでね、もうどうしようもないですよね。めっちゃ直前だから。さあではお部屋の方に向かっていきましょうかね。こっち側奥、左手にはすごい写真がありますね。これが有名な仙人風呂の広告ですかね。広さが約248平方メートルあるっていうね。だから1000人一緒に入ることができるっていうのは、実際1000人本当に入ることがあるのかちょっと分かんないんですけどね。日本全国探してもこんな広々とした混浴風呂っていうのはないんでしょうね。でこちらはあと2人入れますということでね、998名様入浴中。こんな感じで思い出の写真が撮れるってことですね。闘牛自己投資、俺は現実逃避その温泉はこれですね。ヒバ仙人風呂と書かれている通り、こっちの右手に進んでいったところにあります。この先が大きな混浴風呂ですね。これ入るの楽しみですね。でこの中にはシャワーとかがないみたいなんで、こっち左手に男女分かれた大浴場があって、こっちで体を洗い流すことができるみたいです。でこの正面には青森らしくねぶたが置かれてますね。ライトアップされた。ここでも記念写真いい感じで撮れそうですね。こっちにはスカユっていう風に書いてますし、でこっちのねぶたの奥のところには湧き水ですかね、八甲田で出てくる。これ右手に温泉があるんで、ここで水分補給ができるってことですね。自然の恵みで。そしてこっちの左手行ったところに客室があるんで、まずは客室に向かっていきます。この辺はすごい可愛らしく手書きで書かれた青森の地図もありますね。すごいですね。これスタッフさんが書いたんですね、中村義之さんが。で隣にはこれまた青森らしいねぶたのステンドグラスがあって、ここはねぶたロビーって書いてますね。畳があるんで、ここでゆっくり休憩したりすることもできて、自販機もありますけど、マッサージか、マッサージエリアがあります。ヘッドスパ3850円。全然良心的だから、これちょっとやってもらいたいな。この隣にあるやつ何これ、温泉療養相談室無料ですって書いてますね。温泉の入り方の指導とか、心と体の健康チェックまでしてくれるんですね。ストレスチェックしてみませんか。そんなんできるんだ。いやこれは結構面白い取り組みですね。やってみたいんですけど、これ休憩時間中か。また定休日かと思った。これさっきの地図といい、この辺に飾られている絵といいね、ちょっとこだわりを感じますね。これも青森らしいリンゴが描かれてますね。ブドウとかもある。これはプロが描いたやつかな。レプリカっていう風に書いてる有名な絵なんですかね。でここには八甲田ホテルって書いてますよね。これ実はまた別部に泊まる予定がありますね。ここに泊まってる人もこのスカイ温泉無料で使うことができます。ちょっと高級なロッジのようなね、クラシカルホテルです。でもうちょっと進んでいくと待合室がありますが、これ入ってみると、ここがなんかラウンジのようなスペースになってて、風呂上がりゆっくりとくつろぐことができそうですね。暖房が程よく効いてて、木材と畳でいい雰囲気ですね。今こっちこれなんですけど、あっちのその混浴の横がこんなようになってて、さっきめっちゃ若い子が言ってたから、もしかして入るかなと思ったら、そのままこんなような子に。残念ですね。残念ではないです。なんでちょっといい人ぶってるんですか。でここの隣にブナリンっていう軽食喫茶がありますね。
ここで、到着ちょっと早めにしたりしたらいろいろといただくことができるんですかね。あ、すごい。ホタテカレーとか黒ニンニクカレーとかカレーラーメンも食べれますね。はい、そしてさらに先に進んだところに客室があります。で、宿泊棟に行く前に浴衣コーナーがあるので、ここで自分に合ったサイズのものを持っていくということですね、お部屋に。で、客室はこっちまっすぐ進んでいくと、うわ、すごいっすね。この木造建築は歴史を感じる、レトロ感あふれる雰囲気がいいっすね。で、左手ですね、この右手の階段とかジブリトトロの世界に出てきそうな感じですよね。で、僕の客室はもっとこっちの奥に進んでいったところですね。これちょっと迷路になれそうですね。ほんとちょっとこっち入っていったら建物が新しくなったような感じがしますね。こっちなんか左手にありますけど、ご自由にご利用くださいって書いてますね。冷やすお水か。今回はシンプルな和室のお部屋なんですけど、トイレ付きの客室を予約したんで、こっちが新しいから、少しいいお部屋って言うべきなのか、トイレなしのお部屋もあるんでね。はい、では入ります。337号室、鍵がこんな感じですね。はい、オープン。中入って、わ、かなりこれはコンパクトな作りですね。これもう入った瞬間、なんかこう下足っていうかね、このちょっと段差がある感じもなくても速攻和室の部屋っていうことでね、男2人旅だったらこれぐらいの広さあればね、特に問題はないでしょう。こういう昔ながらの部屋だからこそ有名な温泉でもリーズナブルに泊まれるってことですね。で、真ん中テーブルにはこんな温泉前の茶菓子も置かれていまして、で、ここにはお茶セットですね。あとは奥の方に椅子テーブルがあって、布団はもうこんな感じで置かれてますね。布団敷のサービスとかは多分ないんでしょうね。で、こっちの右手はクローゼットがあって、ハンガーに消臭ミストに、下にはバスタオルとか、これがミニタオルかな。はい、こんな感じでミニタオルと歯ブラシが入ってて、これが浴衣の羽織物ですね。で、下にセキュリティボックスがあって、これ冷蔵庫はコンセント抜かれた状態なんですね。自分で挿して冷たくしてくださいっていうことか。で、上に電子ケトル。で、あそこの扉は多分布団収納するとこですね。ちょこんと小さくテレビがあって、下には昭和感満載の電話もありますが、で、こっち側にタオルかけ、この先が、ここがトイレですね。もうトイレが共用のお部屋もあるんでね、これトイレがついてるだけで贅沢な部屋になります。洗面台もあります。特にアメニティセットとかはないですね。ドライヤーすらないんで、これは大浴場で乾かすしかないですね。で、眺望はどんな感じかというと、さっき見たこの川みたいなやつが目の前に流れてて、景色なかなかいいんじゃないですか。心地よい水の音が聞こえてきますね。はい、じゃあ今日はここで一泊です。部屋自体はシンプルですけどね、やっぱ日本有数の温泉ファンが集まるお宿でもありますしね、なんか視聴者の方ではここの温泉が一番っていう人もいたんでね、この後温泉入るの楽しみですね。で、料金に関しては、ここのお部屋だったら今回予約した額だと2名1室2食付きで、1人当たりだいたい1万4000円ぐらいですね。なんで1万円台で泊まることができます。で、一番安いプランでお食事がすごいこうシンプルな感じになるプランだったら、本当に日によっては最低価格が9000円台になる日もあるみたいです。はい、そんな感じなんでね、比較的リーズナブルに泊まることができると思うんで、おすすめできそうなお宿ですね。それはこの後の温泉と食事次第ですけど、行ってみましょう。はい、ではお楽しみのスカイ温泉入りに行きます。楽しみ。で、フロントの横にはこんな感じでお土産売り場もありますね。ソフトクリームがこれ人気なんですかね。7時に終了しますって書いてますけど、やっぱたくさんの人が訪れるんで、お土産売り場もかなり広々とした空間になっていて、ここで青森のお土産揃えられそうですね。左手にはとんでもない数のお酒がずらっと並んでます。この辺にはアップルパイ、リンゴに関するスナックがたくさんあって、津軽金山焼きっていうのがあるんですね。焼き物も。で、こっちには津軽ビードロですか。
これは酸ヶ湯温泉で天然で作られたこの石鹸とか青森ヒバで作ったお酒飲めるやつですかね。こういうオリジナルグッズもたくさんあります。で酸ヶ湯温泉で作られたフェイシャルマスクも。でこれはお部屋の茶菓子でも置かれていた売れ筋ナンバーワンらしいですね。この山塩羊羹ってやつ。いや、この辺のリンゴジュースももう色がめっちゃ美味しそうですね。で煮干しラーメン、朝ラーであっさりラーメン食べましたね。あと青森はね、この牛乳カレーラーメンっていうのもね有名らしいです。今回の旅では食べてないですけど、ここのレーンにはのっけ丼のお茶漬けとかありますね。これはすごい面白い。いろんな海鮮が乗ったのっけ丼で、その場でいただけそうなドリンクですね。冷やされたドリンクでお酒もたくさん足したよ。ありますね。ビール、あ、こんなのがあるんですね。酸ヶ湯温泉オリジナルのラガービールとペールエールもある。すごい。これは風呂上がりに一杯いただきたいやつ。ここにもご当地らしい青森りんごジュースとか奥入瀬の源流水とか奥入瀬飲むヨーグルトとかもありますね。近くにコンビニとかは一切ないんで、ソフトドリンクとかこっちおつまみも並んでますね。カップラーメンとかも。冷凍庫にはこれは発酵豚のチーズケーキですね。でこっち側にも冷凍庫豆腐。これ美味しそうですね。酸ヶ湯温泉限定のソフトアイス、青森県産のブラックベリーとイチゴソース使用。これがなんかここでしか食べれなそうだから風呂上がりに1個いただきましょうかね。うまそう。ソフトクリームのバニラと同じあれを。これそのバニラで作ってます。あ、作ってる。じゃあ同じや。そうそうそう。ソフトクリームも人気みたいですけどね。なんとコインランドリー無料っすね。スキーした時とかいいっすね。あとジンギスカン食べた後とか臭くなりますからね。ということです。だそうです。はい、温泉入ってきました。いやー、気持ちよかったですね。やっぱり泉質は本当に素晴らしかったです。酸性で硫黄の香りもめちゃくちゃ漂ってきましたし、入ってる時はね、肌がピリピリっていう風にしてきてね、出た時はもう傷口が治っていくような感じがありましたね。嘘つきやん。なんですか？僕が言ってたんです。あ、僕は痛かったけど、小屋さん全く痛くないって言ってたんです。そうでした。はい、毛利さんアトピー肌なんでね、アトピー肌の人は本当にピリピリっていう風にね、かなり刺激が強く感じて、本当にこう肌の調子が良くなってるみたいですね。僕は特にこうアトピー肌じゃないので、はい、そこまでその顕著な違いっていうのは分からないんでね、これはでもある意味すごい説得力のある、はい、毛利さんのレビューです。で、全国的にね、酸性の湯っていうのは結構珍しい部類ではあると思うんで、やっぱりね、その辺も希少価値が高いんで、お湯の温度設定とかもすごい完璧でしたね。草津とか暑すぎて入れない場所とかあるんですけど、僕は全然そんなことなくて、ぬる湯と熱湯で分けられてたんで、大きな浴槽それぞれで。だから長湯も、長湯はね、あんま酸性なんでやらない方がいいんですけど、ゆっくりと快適に温泉タイム楽しめますね。で、千人風呂って言われてたんですけど、確かに大きめの浴槽ではあったんですけど、結構なんか仕切りがはっきりとこうあって、あと男と女でこっちが女の人、こっちが男の人っていう風になんか区切りがあったんですよ。で、それでいて、女の人は実は僕らが入った時は一人も入ってませんでした。なんでなんかポスターで見たようなたくさんの人たちで賑わってて、男と女関係なく楽しんでるみたいな、そういう絵ではなかったですね。今閑散期だからっていうのもあるかもしれないんですけど、先日言った不老不死温泉だったらサンセット見てる時に本当に女性の人も男の人も一緒になって綺麗な景色を見ながら楽しんでる風景っていうのがすごいね、いい雰囲気だな、心温まるなみたいな感じだったんで、あとは20時から21時が女性専用になってるんで、多分その時間帯に女性の人はたくさん入りに来るんじゃないのかなと思います。サウナとかはないんでね、もしサウナ大好きな人はもう一つホテル紹介しますけど、八甲田ホテルだったらサウナにも入れて、ここの酸ヶ湯温泉もね、無料送迎で無料で使うことできるんで、より上質な滞在を楽しみたい人は八甲田ホテルですね。でもその分料金ももちろん上がりますけど。ということで、これを売店で買ってきたやついただこうと思います。酸ヶ湯温泉オリジナルのソフトアイス。これ青森県産のブラックベリーが上に乗ってるって言ってましたね。で、ミルクソフト。ちょっと黄色みがかってますね、アイスが。さっきまでカッチカチだったんですけどね、喋ってたらいい感じに溶けてきました。あっ
ソフトクリームがめっちゃミルキーでうまいですね。甘みが凝縮されてる感じで、ソフトクリームがめっちゃ甘いんで、このブラックベリーがしっかり酸味を発してて、バランスがいい感じですね。いやー、風呂上がりのこの酸味のあるアイスはうまいですね。はい、じゃあお楽しみの夕食の時間です。夕食はここのフロントのところの階段の上、2階にあるみたいですね。上のことお食事会場、ここにもねぶたがいますね。大広間ですね、今日は。夕食は食堂は朝。はい、席に着いて、これがメニュー表ですね。お品書きで、目の前にこんな感じでお盆があって、もう全てお料理が載せられてる感じですね。懐石料理みたいに一品一品出されるというよりは。でも美味しそうですね。これ山あいですけど、お作りもちゃんとあって、マグロにホタテにサーモンですか。そしてこれが銀だら焼きと、この隣にあるのはホタテとリンゴのグラタンですね。青森らしいもので、真ん中のやつが、これが長芋、サーモン、イクラっていう風に書いてますね。でこれ開けてみると、お魚が中に入ってますね。タラのなんとか焼きって書いてますね。杉板ちょっと読めません。で隣がリンゴナマスですかね。これ器開けたところに茶碗蒸しがあって、その下にローストビーフで、これが先付けですね。これがちょっと読めないですね。テロップちょっと後で調べます。でこのお鍋がしみ豆腐っていう風に言ってましたね。聞いたことないんですけどね。しみ豆腐はなんか豆腐を干してるみたいですね。普通はこう水につけるものだと思うんですけど、豆腐っていうのは、干して水分取ってから作ったもの、この辺りでよく食べられるんですかね。そしてデザートが、これがリンゴですかね。リンゴシプーストとリンゴって書いてますね。でご飯と味噌汁はセルフサービスで取ってくるスタイルでした。でこれがドリンクのメニュー表、売店にも売られてたこのスカユラガービールがありますね。でこっち側には一般的なビールのメニューと梅酒、酎ハイ、焼酎で、ここにもビールがありますね。すごい、ハーフ&ハーフとかもあるんですね。ビールこだわってます。で青森の日本酒もたくさん取り揃えられてますね。飲み比べセット、これもなかなか魅力的じゃないですか。あとはスカユオリジナルの日本酒もなんと販売されてます。右手には70周年記念の純米吟醸で、最後のページ、ワイン、ソフトドリンク、ウイスキーもあります。やばい、これあぶれてるよ。これブクブク泡が立ってます。うわー、これはうまそうだ。はい、それではいただきたいと思います。まずはビールで乾杯です。スカユで飲むビール。いやー、やっぱ一杯目はビールですね。スカユで飲むビール、うまい。スカユで飲むビールというけど、スカユで飲むノンアルコールビールですね。これはスカユラガーですか。モーリーさんにこのスカユビールを飲んでもらってるんで、モーリーさんに食レポしてもらいます。キレと香りがね、強めの大人の苦味ですね。これ大人のビールって感じ。大人しか食えないですけどね。はい、じゃあ最初は前菜で長芋、サーモン、イクラです。贅沢っすね。ここでもいきなりサーモン、イクラいただけるとは。うまいですね。サーモンも甘みがあって、イクラも特に臭みがなく、山芋ですっきりとした後味で、このタラの杉板焼きっていうものかな。これがタラですね。うまい。これうまいですね。すごい淡白な味わいで、お魚の風味もあって、その中に多分これ酒粕みたいな感じの味付けがなされてますね。ちょっと甘いけど上品な甘みが口の中に広がっていって、これめっちゃうまいですね。これリンゴナマスですね。こういうところにもリンゴが使われてます。
普通だったらこう大根と人参のおひたしみたいなシンプルな感じに見えそうですけど、やっぱりリンゴが入ることでちょっと違う味わい、青森ならではの味わいになってますね。さあ次は大津でいきますよ。もうマグロは青森来てもたくさん食べたんでね、そろそろ飽きてきたんじゃないですか。それ俺言ってたよ。サーモンもこれ青森で売ってますね。普通にうまいですね。山あいなのに生臭さ全然なくて品質管理しっかりされてる証拠ですね、これは。そしてサーモンです。サーモンも深浦産のサーモンとか食べましたよね。ここのはどうかな。いやサーモンも甘くてうまいですね。青森もサーモン、北海道近いんでね、やっぱ品質めちゃ高いです。外れがない。ホタテです。ホタテこれ身がめっちゃでかい。やっぱ青森はもういろんなところでホタテをしてますよね。やっぱ名物なんですね。うまっ。いやー甘みが本当にしっかり出ててうまいですね、ホタテ。やっぱ海産物のレベル高いわ。せっかくなんで酸ヶ湯温泉70周年記念の日本酒マーレを頼んでみました。はい、ではマーレいただきます。うまいですね、日本酒。これキレがしっかりある感じですね。ほのかに甘みがありますけど、どちらかというと辛口の味わいですね。温泉もね酸性で結構癖があるっていうか強めな感じですけどね。日本酒もちょっと強めな感じですね。はい、じゃあこれなんだっけ、何豆腐って言ってたか。かす豆腐だっけ、くず豆腐だっけ、しみ豆腐。しみ豆腐とエビとホタテとこれお魚も入ってますね。じゃあしみ豆腐いただきます。これは食感としては揚げ出し豆腐みたいな感じですね。普通の豆腐よりも絹のような感じでね、水分が抜き取られてるスポンジみたいな感じですかね。そしてホタテもめっちゃでかい。濃厚な出汁ですね。これはちょっと海の風味も染み込んでます。お米が進みますね、ご飯が美味しいと。いやお米の炊き具合は完璧ですね。これうまい。で銀だらっすね。銀だらめっちゃうまいですね。肉厚でプリップリだし、程よく甘い味付けがされてて、表面皮は香ばしい。これめっちゃうまい。そしてホタテとリンゴのグラタン。リンゴの風味はほのかに香る感じですね。グラタンでお芋の風味もありますけど、結構でもこのグラタンの割合がちょっと多いかな。グラタンがちょっと強調しすぎてる感じがするな。もっと大きなホタテでグラタン少なめでもいいかもしれない。美味しいですけどね、普通にちょっと美味しいホタテが出すぎてホタテへの基準が上がってますね、これは。そしてお肉はローストビーフ。ちょっと冷えて硬くなってますね、これね、ローストビーフは。でもビールが合いますね。いやービールうまいですね。全部飲んじゃいました。アルコールやね。はい、じゃあデザートはリンゴです。今回何回リンゴ食ったんですかね。家でリンゴ食べない人だったら1年分のリンゴ食ってんじゃないですかね。いやこれは間違いないですね。親トラベルで温泉宿は外れはないみたいなのと一緒ですね。でこれはシブーストってなんすか。シブースト初めて聞いたんですよ。ちょっと洋菓子みたいな感じですね。中にチーズケーキっぽい食感のものが練り込まれてます。シブーストはフランス発祥のスイーツで、特に繊細な口当たりと風味で知られています。それ説明適当すぎじゃないですか。チャット GPT。薄いタルト生地がベース。タルト生地ですね。はい。タルト生地がベース。繊細な味わいとか言われてもね。ここでいきなり洋のフレンチが登場したわけですね。ね、青森は弘前でフレンチが日本有数の店舗数を誇りますから、それも意識してるんですかね。知らんけど。ちなみにここの近くにあるさっきから言ってる八甲田ホテルはフレンチのレストランが有名なんでね、そっちもレビュー楽しみにしとってください。いやでも本当にお料理全般的にそれぞれクオリティ高くて美味しかったですね。1万円台でこのクオリティだったら、満足度高いと思います。親トラベルみたいですね。どういうことですか。これも満足度が高い。これが言われたら嬉しいことですね。
視聴者の皆さんがそう思ってくれたら嬉しいんですけどね。温泉宿の次になんか海外の動画出てきたら、ああ海外か、じゃあ見なくていいやみたいなのね、ほんと寂しいですよ。頼みますよ皆さん。本当にね、このわがままをもし言うんだとしたら、このお肉料理がね、もうちょっとこう当番焼きとかステーキとかだったらね、もうこれは文句なしですね。それ以外はね、海鮮類の料理とかめちゃくちゃ美味しかったんで、いや、またごちそうさまです。はい、そして夜は大浴場に使ってきました。大浴場、シャワーがついてる方の温泉って言ったらいいんですかね。そっちはね、結構浴槽が小ぶりでしたね。もう大人 4,5 人入ったらいっぱいいっぱいになるんじゃないかっていうぐらいで、あとはシャワーも7個ぐらいしかなかったですね。なんかこれ繁忙期とかシャワーとか取り合いにならないのかなってちょっと心配にはなったんですけど、ただ温泉の泉質がなんかもう石鹸とかでこう体は逆に洗わないでくださいよ、温泉の成分がこうお肌に密着してそれが取れちゃうのがもったいないんでみたいな書いてたんで、本当に温泉通の人だったらもしかしたらシャワーで体を洗い流したりしないのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど、ただね、ちょっとシャワーがなんかお湯もめちゃくちゃ高温になかなかならなかったり、ちょっとぬるめの感じ、あと途中からもうこれちょっと浴びてたらちょっと風邪ひきそうだなってぐらい温度が冷たくなってたりしてたんで、そこはさすがに不満でしたね。なかなかこれまで泊まってきたお宿でこうちゃんとしたお湯が出ない温泉宿っていうのは、記憶にないんでね、そこは改善してほしいかなって思います。不満点はそれぐらいですかね。温泉は泉質自体は多分一緒だとは思うんですけどね。いずれにせよやっぱ泉質はね、いいですね。気持ちよかったです。せっかくなんで売店で風呂上がりに買ってきました。奥入瀬の飲むヨーグルトですね。これ売店人気ナンバーワンって言ってたんで、一応これも食べてみますか。茶菓子。これはすっごいトゥルントゥルンの羊羹ですね。めちゃくちゃ光沢感がある。美味しそうですね。中にこれ大きな豆が入ってて、豆の風味もちゃんとする美味しい羊羹ですね。本当はこういう茶菓子は最初到着した時温泉に入る前にね、糖分入れるのがいいんで、これお茶と一緒に食べたらめっちゃうまそうですね。そして飲むヨーグルトです。めっちゃうまいですね。これは濃厚なヨーグルトの甘みがしますけど、ほんの少し酸味もあってね、すごいすっきりとした味ですね。風呂上がりはより美味しく感じますね。で、売店で気になってるものがあったんで、これ買ってみましたね。味噌カレーミルクラーメン。この青森のご当地ラーメンで、街の中でもこの牛乳カレーラーメン食べることができる場所あるみたいなんですけど、今回ね、そんな何泊も連泊するわけじゃなかったんで、市内で食べることできなかったんで、カップラーメンで。今さすがにちょっとお腹空いてないんで、自宅に帰って食べようと思います。あとはこんなものがありましたね。夜泣きラーメンで、これ夜食でいただけるってことでね、道民インでこういう夜泣きそばっていうのがあるんでね、あれめちゃくちゃ美味しいからこれ食べようかなって思ったんですけどね、残念ながらこれ金曜日と土曜日しかやってません。これもまた定休日ですね。青森はこれもうモーリーチャンネルにとってはね、ネタの宝庫ですよ。定休日がたくさん。あとはね、視聴者さんに教えてもらったこのアップルスナックっていうのが美味しいみたいですね。あと青森でしかこれ食べられないみたいなんで、これも買いました。いやいや、それ俺が買って森さんが買ってました。美味しいらしいです。どうぞ。ということで、今日も美味しいご飯食べて、素晴らしい温泉に使ってゆっくりやれそうですね。はい、じゃあ朝食をこれからいただきます。朝食はビュッフェ形式ですね。まず入ってきて納豆と、これが海苔ですね。ご飯のお供、そして洋食ソーセージにハンバーグ、もっといったところには卵焼きにここが魚ですかね、煮付け、あとオクラに鰹節にしらす、ご飯のお供、この辺には漬物類が並んでます。奥の方にはハムに春雨ですね。そしてこの辺はサラダ類にドレッシングがあって、温泉卵ですね。で、ご飯は青森県産米ですね。津軽ロマンって書いてます。そしてお粥もあります。もちろん味噌汁もこんな感じであって、昨日の夜よりもこれは具材がたっぷりですね。素晴らしい。そして朝から
カレーもあります。カレーはそんなに具材入ってないかな。お肉のミンチぐらいで、ここには自家製の豆腐がありますね。あとはスープ類はコーンスープも和食ベースですが、パンも置いてます。そして奥の方にヨーグルトにフルーツ、ドリンクは牛乳に青森県産リンゴジュース、リンゴ酢まであります。ここには八甲田の清水にお茶ですね。もちろんコーヒー、紅茶もあります。はい、チェックアウトして次の場所に向かうんですが、今日はこんな感じでとんでもない雪が降っております。いや、雪景色はねとっても綺麗なんですけど、レンタカーがこんな感じで雪で埋め尽くされちゃってるんで、まずは雪かきからスタートですね。はい、今回は奥入瀬渓流と酸ヶ湯温泉を中心に動画をお届けしましたが、この後近くの八甲田ホテルに泊まったり、あとは東海岸三沢の方に行って星野リゾート青森屋にも泊まってきました。ぜひそれらの動画も楽しみにしておいてください。魅力満載の青森、今回の1回の旅で本当にたくさん満喫できましたね。はい、で青森空港からこれから福岡に帰るんですけど、空港内にね飲食店があって、結構フードコートがこれ良さげな感じなんですよね。右手には海鮮がたくさん並んでますし、でラーメンがこれ味噌カレー牛乳ラーメン、今回食べようと思って食べれてないんでこれいただこう。でこっちには青森りんごカレーもあるし、しじみラーメンもありますね。結構青森空港のグルメ楽しめますね。これこんな感じでフードコートの中かなり新しいですね。これはリニューアルされたっぽい。奥の方にはコンセント付きのカウンター席みたいなところもありますし、広々テーブルに椅子もあります。そしてこれが味噌牛乳カレーラーメンです。こんなラーメンがあるとはね今まで知らなかったんで、青森グルメこれで締めます。さあいただきます。バターをスープに溶かして、まずはスープ。いや、うまいな。この味噌の甘みとピリ辛のカレーと、そしてミルキーな牛乳、それぞれがハーモニーを奏でて、これうまいですね。でも普通に今引いてみたら合いそうっちゃ合いそうな組み合わせですよね。スープカレーみたいな感覚でもありますね。麺もスープカレーに似てるって言いましたけど、本当寒い時期に食べるとこれは温まりますね。いいっすね。なんかこう他で食べれないもの、青森に来ないと食べれないものなんで、これは特別感もありますし、空港で気軽に食べることもできるんでね、青森空港到着時でも帰る前でもね、牛乳カレーラーメン食べてみてください。